こんにちは。行政書士社会経営の主の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はですね、トピックスとして各種認定制度についてご紹介をしていきたいと思います。令和6年度スタートしましたけれど、昨今の人手不足の状況の中で、今回の採用状況はいかがでしょうか。なかなか人が採用できないといった状況ではあります。そういったどこも人の奪い合いといった状況になっている中でですね、採用、そして採用後の人材の定着に有効な認定制度をですね、いくつかご紹介をしていって、活用してもらえたらというふうに思います。今回の概要ですけれど、まずは現状の人手不足の状況について見ていきたいと思います。そして、人手不足の状況ではありますけれど、採用定着に有効にとなる働きやすい職場を目指していって、認定がもらえる、各種制度というのがありますので、各種認定制度をご紹介をしていって、最後に注意点とまとめという形になっております。まずはですね、昨今の人手不足の状況という形になってきておりますけれど、2023年の状況で見てみますと、正社員の人手不足割合、足りないと答えている会社が 51.4%、そして非正規の社員に関しては 30.5% が足りないと回答しているといった状況になっております。2020年、新型コロナウイルス感染症が流行して、一時従業員の休業なんていうところもありましたので、急激に人手不足割合は下がってきておりますけれど、その後、新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたところでですね、右肩上がりに人手不足割合と答える会社は増えてきているといった状況になってきております。そして正社員につきましては 51.4% が不足というふうに回答しているんですが、特にですね、旅館、ホテル、飲食店等に関しては高水準になっている。特にですね、情報サービス、エンジニア関係に関しては 74% が人手不足、正社員が足りないというふうに回答しているといった状況になっておりますので、どこもですね、正社員の奪い合いといった状況。一方でですね、以前と比べて求職の方ですね、労働者の価値基準も変わってきているといったところで、昨今の求職者の意識としてはですね、自分の価値観を大切にして働くといったところの意識が非常に強いようです。やはりですね、このあたりを考えた上で求人をしていかないと、従業員ですね、求職者とのミスマッチが生じてしまうという形になりますので、ニーズに応えられるようなさまざまな働きやすい環境づくりが重要と、そしてそれを対外的にアピールしていくことが非常に大切なのかなというふうに考えております。そんな中でですね、いくつか役に立つ人材の採用定着に役に立つ認定制度というのをご紹介をしていきたいと思います。まずはですね、結構皆さんご存知かもしれませんけど、くるみん認定と言われる形でくるみん認定制度ですけれど、こちらは子育てサポート企業として厚生労働大臣の認証を得るというものになってきております。そしてですね、こちら、どうやったら認証が取れるのかといいますと、一般事業主行動計画を策定をした企業のうち、計画に定めた目標を達成をして、一定の基準を満たした企業はですね、申請を行うことで、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定がもらえると。こちらがですね、くるみん認定と言われるものになっております。平成27年、2015年にですね、プラチナくるみんという認定ですね、より高い水準の取り組みに対する認定制度が出てきたと。そして令和4年度につきましてはですね、認定の基準が改定された関係で少し厳しくなったといった状況。そんな中でですね、新しく作られたのがトライくるみん認定という形で、引き上げ前の既存の認定水準のまま認定が取れるものがトライくるみんといった形になってきております。ではですね、一般事業主行動計画を作成する上で、このくるみん認定を取る上で、どういったものを作っていくのかといいますと、例えばですね、トライくるみんですね、旧基準によりますと、男性の労働者の育児休業の取得率が 7% 以上ですとか、女性の労働者の育児休業取得率が 75% 以上、といった認定基準があって、こちら等をですね、クリアをしていくことで、くるみん認定が取得ができるといった状況になっております。
こでですね、くるみ認定を申請する上で、一般事業主行動計画を提出するという形になっておりますけれど、一般事業主行動計画って何だっていう話ですけれど、こちらはですね、次世代育成支援対策推進法というのがありまして、この法律はですね、時限立法ではあるんですけれど、次の世代の社会を担う子どもたちが、健やかに生まれて育成される、環境を整備するために、定められた法律という形になっておりまして、2005年に施行されているものになっております。もともと10年次元立法だったんですけれど、延長されておりまして、現状は2025年まで延長されているといった状況になっております。ただですね、この法律、義務もありまして、常時雇用する労働者の数が101人以上の企業の場合はですね、この一般事業主行動計画を提出しなければいけないという形になっております。そしてですね、この一般事業主行動計画を作成をして届け出をするといった形になっておりまして、それをですね、外部に公表もしなければいけないという形、そして100人以下の会社はですね、努力義務という形になっております。そして、この一般事業主行動計画ですね、どういった形で作成をして提出をするのかといった項目自体は決められた形やものがあるわけではないので、推奨項目のようなものもありますけれど、会社が自社の現状ですとか従業員のニーズを把握をした上で内容を作って決めて、それに対する取り組みの内容も考えるといった状況で、ワークライフバランスを支援をしていく内容ですとか、労働時間を短縮をしていく取り組み、そして年次有給休暇の取得を促進をしていく取り組み、さまざまなものが会社によって変わってくるといった形、またとして、さらにですね、計画を作っていただいて、目標自体はですね、可能な限り定量的な数値的な目標を作成をするという形になっているといった状況になっております。続きまして、L 星認定ですね。L 星認定につきましては、女性の活躍を推進している企業として、厚生労働大臣の認証を受けるものという形ですね。こちらもですね、一般事業主行動計画というのは提出するんですけれど、ここにですね、女性活躍推進法の内容を加味した内容で提出をするという形になっております。この女性活躍推進法の内容を加味した上で申請を行って女性の活躍を推進している企業として認定、L 星認定をもらえると。そしてこの L 星認定につきましては、その評価基準の充足状況によってですね、3段階に分かれているという形で、L 星、3段階に分かれてきて、さらにですね、この L 星認定を取っていて、特に有料な要件を満たした場合には、プラチナ L 星認定をもらえるといった状況ですね。でですね、この女性活躍推進法に基づいて一般事業主行動計画を作成をするわけですけれど、その時に盛り込まなければいけない内容につきましては、例えばですけれど、男女の賃金格差の状況ですとか、管理職に占める女性の割合ですとか、平均残業時間、年次有給休暇の取得率に関する公表ですとか取り組みといった内容を含めていただいて提出をして審査認定をもらうといった形になっております。さらにですね、ユースエール認定制度というのもあります。こちらはですね、若者関係になりますけど、若者の採用育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な企業として厚生労働大臣の認証を受けるといった形になっております。こちらはですね、大企業はこの USL 認定というのはなくてですね、認定を満たす中小企業であれば認定企業となれるといった形ですね。中小企業というのはここで言うと労働者が300人以下という形。この USL 認定ですけれど、2024年の2月末の現時点でですね、約1200社ほどの会社がこの USL 認定というのを取得をしているといった状況。そしてこの USL 認定というのは全部で12項目の基準があるんですけれど、例えばですけれど、若者の採用や人材育成に積極的であることですとか、過去3年以内に新規学徒者の採用内定の取り消しを行っていないといった形で、こちらはですね、特にそんなに数値目標があったりというわけではなく、さらにですね、ウェブにおいて USL の認定の到達度の診断というのもできますので、比較的取り組みやすい認定制度のうちの一つかなと。さらにですね、こち
ちらはですね、電子申請も可能という形なので、まずはですね、認定制度を取得してみようかなという場合はですね、中小企業の場合は、この認定制度に取り組んでみるのもいいのかなというふうに思います。さらにですね、DX 認定制度ですね。こちらはですね、今度国が行っているものになっておりまして、DX 推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定をする制度という形になっておりまして、じゃあどういった形で整っているのかという判断をするのかというと、こちらはですね、経済産業省の方で出しておりますデジタルガバナンスコードというのがありまして、こちらの基本項目に沿って対応状況を判断をしていくという形になっております。主管は経済産業省になりまして、審査自体はですね、独立行政法人の情報処理推進機構といったところが行っております。この DX 認定制度ですけれど、取得をするメリットですけれど、税制上ですとか、融資の面で少し優遇があるといったところ、さらにですね、厚生労働省の方が行っております人材開発支援助成金ですね、こちらのコースの一つとして、人への投資促進コースというのがありまして、この申請における要件の一つとなっているので、人材育成等をですね、DX 関係を行っていこうという場合はですね、この DX 認定制度の認証を取っておくと、厚生労働省の方の人材開発支援助成金の方も活用ができるという形になっておりますので、検討してほしいというふうに思います。そして、さらにですね、健康経営有料法人認定制度ですけれど、こちらはですね、健康課題ですとか健康増進に取り組んでいるような、有料な健康経営を実践している大企業、中小企業との法人を検証する制度という形で、こちらはですね、大規模法人部門と小規模法人の部門と中小企業の部門と分かれているという形になっておりますけれど、申請自体はですね、日本健康会議認定事務局といったところで行っていただくという形ですね。で中小規模の法人の部門におけるこの認証の基準ですけれど、例えばですね、経営理念を作成する方針、そして組織体制を作成をしていく、そして健康課題の把握と対策を行っていて、具体的な対策も作っているといったような状況で、この健康経営の有料法人認定が取れるといった状況、今現状ですね、約1万5000社ほどがですね、健康経営の有料法人認定を取得をしているといった状況になっております。そして最後に注意点のまとめになりますけれど、今回ご紹介はしておりませんけれど、やはり障害者雇用ですね、法定雇用率というのもどんどん引き上げといった状況になってきております。そういった中でですね、障害者雇用の認定制度というのもあります。モニス認定と言いますけれど、こちらの方もですね、障害者雇用を推進をしていこうという場合はですね、認証を取ってもいいのかなというふうに思います。このモニス認定取得することでですね、定理の融資ですとか公共調達で有利になる、というふうに言われておりますので、こちらもですね、ぜひ検討してほしいというふうに思います。いずれも認証制度もですね、働きやすい職場づくりといったところに役に立つものではありますので、この各種の認定の取得も行っていただいて、それを対外的にアピールすることで採用を有利に進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。